ガンプラ大好き。どうも、ドクファンです。ガンプラジョニック工房始まりました。今回はですね、いつもとちょっと趣向を変えまして、ガンプラの歴史をたどるガンプラ名画ということで、ガンプラの元祖ですね。元祖のガンプラから、現代までっていうね、1キットずつですね、ご紹介していけたらなと。流行る1回目、初回のですね、ガンプラ伝説のキットだなと、早速始めていきたいと思います。はい。当然、ガンダムです。一番最初に発売されたガンプラ、144分の1ガンダムということです。1980年ですね、7月ということで、本放送がですね、1979年の4月ということになりますので、1年以上経ってからということですね。で、ご存知の通りですね、このファーストガンダムというのは、最初52話あったものが43話に、短くなって、打ち切りっていうふうに言われてるんですけども、実際には短くなって、で、皆さんのご存知の最後のアバワクの戦いっていうところで、終了とするということなんですね。はい。で、ちょうどその4月に始まってから、年末商戦を超えて、年末商戦がいまいちだったんですね。なんで、打ち切りの方向へ、進んでいくというところなんですけども、この後劇場版っていうのが、待ってまして、そのぐらい、ちょうどガンダムの放送の終わりぐらいから、中学生ぐらい、中高生を中心に人気がふつふつと上がっていって、映画が公開されるその前に再放送が行われるですね、1980年の3月ですね。はい。に再放送がされますと。そこで爆発的に火がいつつ、で、7月にこの古代ガンダムが発売されて、ガンプラブーム第一次期。今が第二次というならば、第一次期ガンプラブームというのが、ここから始まっていくという、伝説のキットということになりますね。はい。で、早速ですね、キットのですね、説明書とランナーの構成等々でね、ちょっと当時を振り返りながらいきたいと思います。はい。ということで、これパッケージですね。パッケージを少しキュキュッとしたような内容に。アムロレイはついてませんなんてね、箱に書いてありましたね、当時ね。はい。で、多分この側面の部分ですね。側面の写真ですね。やっぱ当時の他のプラモデル、こういった語弊があるんですけど、他のメーカーさんの、とか他のシリーズ、作品のやつって、意外にパッケージと、その実物、もしくはアニメーションと実物っていうのが結構かけ離れてるっていうのが多かったんですけども、ガンダムは非常にアニメシリーズに忠実というか、そのままフォルムでできているので、非常にいいキットだと思いますね。稼働もちゃんとしますしね。はい。さすが主人公メカというところでしょうか。で、ランナーはですね、ビニール袋1枚。今のね、ハイグレードとかね、マスターグレードとかね、ガンプラと比べると非常に簡潔というか、簡単に作れるという、おそらく対象年齢が、今よりちょっと低めを想定されているのかなっていうのがあって、で、当時はこういうふうにランナーに色がついている、説明書にですね、そういう部分が、よくありますね。今はもうほぼ白黒ですけど、当時はカラーでやっていたというところですね。で、完成写真がですね、一応あるんですけど、写真のような色で図工すると良いでしょう。今みたいにカラーレシピがあるわけでもなんでもなくて、こんな雰囲気で塗ってね、みたいな。対象年齢が低いっていうこともあって、そういうことなのかなというところですね。あと、このキットには接着剤入っておりませんっていう、ですが、プラスチックモデル専用の接着剤は別にお買い求めくださいって、ここに書いてあるんですね。僕の記憶ではね、接着剤入ってたような気がするんですけど、どうも気のせいのようですが、他のプラモデルとかだと、こんな、なんていうんですかね、深い
お醤油の入れ物みたいなやつに、接着剤が入ってて、っていうのがあるんですけど、ガンダムには入ってなかったんですね。で、この完全にモナカ構造なんですが、一応その稼働するように、関節が外装パーツとして入ってるというところです。これは多分ポリキャップじゃない。接着しないって書いてある。ここは接着したらあかんよっていう。他は、ここもダメよっていうことなんで、それ以外は接着してねっていうの結構難しいですね。で、こういうなんかこうなったような気がするな。ちなみに私ガンダム作ったことないんです。一生涯一度もないんですね。ハイグレードとかも全部ひっくるめて。もう40年間一度も作ったことがないので、実際どういう感じなのか全然わかんないんですけど、でもね、確か友達が持ってたのにね、なんかこのパーツがどうのこうのってね、言ってた気がします。で、膝も曲がるし、足首も上がると。カード範囲はちょっとわかんないですけどね。すごいです。5でもうほぼ完成するって。はめ込みですね。こうでね、この関節、股関節の棒がすごいですね。一応、いや、これ曲がんないですね。多分もう上下にしか、前と後ろにしか曲がらない感じで、足を開いたりとかはできない。肩は後はめなんですね。これはでも塗装するにはいいですよね。すごいのが、この背中に接着する場合は、ビームサーベルを1センチで折るって書いてある。折るって書いてありますね。しかも接着しないんです。接着しちゃう可能性があるともう、つなくなっちゃったりします。いや、でもね、今見ると、なんかちょっと笑っちゃうようなところもありますけど、当時はね、本当に革命的な感じで、もうガンダムを探ししてたわけじゃないんですけど、とにかくガンプラが買えるとか目にすることができなかったんですよね。もう本当に学校あたりもう毎日のように8店舗ぐらいもあった。リンゴで。一個もないみたいな。今みたいにその家電量販店さんとか、大きいそのプラモ屋さんみたいなのがあって、本当に街の小さなプラモ屋さんにしか入ってこないんで、一回にね、ほんと多くて10個とか入ってこないんですよ。だから並んでると、抽選とかでも早い者勝ちだったんで、もう早く並ぶみたいな感じで、ちなみに私生涯初めて買えたガンブラはグラブロでした。今買うといくらなのか、これ当時300円で買えたんですね。もう子供のお小遣いで十分買える値段だったんですけども、これが今、Amazon で買うとおいくらなのかというところで300円であってほしいんですけど、ででん、390円って何倍 ?3 倍以上 ?4 倍ぐらい ?4.5 倍とかそれぐらいですかね。やばくないですか？キットですよ。でも一応、この、新古品だと1000円ですね。それでも3倍以上ってことになるので、当時の品薄の方がもうものすごかったと思うんですけど、順次買えるようになって、ね、もう何億個みたいなね、そういう製造ラインの中で、この品薄っていうのは非常に厳しいのかなっていう、そういうのがね、この旧キットにも現れているのかなっていう値段背景ですよね。これはね、高すぎるんじゃないかなっていうふうに個人的には思う。で、すいません。ですね。で、同じ時期がちょっと後に、一応、発売月っていう意味で言うと同じ7月なんですけど、144分の1が発売されたのに100分の1が発売されているので、100分の1もちょっと見て、100分の1ガンダムでございます。770円。ね。これ実際には今消費税、当時消費税なかったので、40年以上前は消費税なんかございませんので、700円でしたね。確か300円が144分の1で、100分の1が
まあ一番安くて700円っていう、まあそういう価格帯で、発売されてます。こちらも説明書をちょっと見ていきましょう。はい。100分の1の特徴としては、コアブロックシステムですね。まあ、コアファイターがこの中に内蔵されるっていうのが再現されるところと、まあ、ハイパーバーツーカーを、まあ、確かロケットランチャーみたいなやつもついてるっぽいですね。はい。稼働はあんまり変わらなくて、腰がちょっと細いかなっていう感じなんで、ここら辺がまあ改造ポイントなのかなというふうに思いますね。まあ、当時ね、ちょっと700円っていうのは割と小学生には痛い金額でして、ちょっと100分の1はね、あんまり視野に入ってなかったんですけど、憧れでしたね。で、ランナーは3枚。ね、赤いランナーが、だから単色じゃなくなったってことですね。まあ、ランナー自体は単色ですけど、キットとしては2色ということですね。これはありがたい。すごいですよ。輪ゴムで止めておくって書いてあるんですね。これでも足首曲がんねえんじゃねえか ?100 分の1って曲がんないんだ。すいません。ちょっと感心しちゃいましたね。足首曲がんないですね。一体成形で、足の裏だけつけるっていう感じですね。で、コアファイターがまあついてるっていうことなんで、まあ大体ほぼほぼ同じような感じで、2工程ぐらい増えてますかね。144分の1。あとカーファイター。あと武器。ね。はい。このロケットラン、この武器は実際に使用されておりませんっていう。まあ劇中に出てきてないけど入るって。そうですね。ランナーに隙間があったんですかね。スプリングとか入ってるんで、これ。すごいですね。黄色に塗るとか。これがコアチェンジですね。合体だ。結構、複がすごいですね。コアファイター外したときは、この部品を使うって書いてあるんですよね。取って胴体くっつけることなんかあるんですかね。パスカになっちゃいます。ちょっとこれは、わかんないですよ。ちょっと、詳しい人いたら教えてください。コメント欄で教えてください。で、100分の1、今買うといくら万円かっていうのもちょっと最後に見ておきましょう。1345円って、あれちょっと待って。144分の1が1390円ですよ。分の1の方が安いの？やっぱ胴体のとこっすかね。中古だってもあんま変わらないですよね。中古だと144分の1の方が安い。いや、でも、スケール的に言うとこっちの方がお得ですね。ただ、もうこの、コアファイターの腹のとこですかね。ここがなんか異様に細かったので、あとグラグラしたりとかすると、足首が曲がらないとかっていう意味で言うと、100分の1の方が、ちょっと残念っていうところなんで、144分の1の方がまあ人気なのかもしれないね。はい。ということで、本日はですね、ガンプラの歴史をたどるガンプラメーカー第1回目、伝説のキット144分の1ガンダムをご紹介しました。今後もですね、発売月順にですね、順次お届けできたらなというふうに思っておりますので、しばらくこの企画続けていきたいと思ってますので、次回もお楽しみにしていただければと思います。それでは本日は以上となります。バイバイ。またね。